こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5子の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まずビットコイン関連では、クジラ、大量保有者の現物の買い増しが注目されています。7月に 84,000BTC 以上、54億ドル相当を追加購入となってまして、2014年10月以来の規模ということで注目されています。7月は4回ほど大きい買いが見られまして、過去の価格推移を見ても、クジラの買いの後に大体反発してますんで、短期での価格上昇が期待されています。そして米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックラックは公開されてませんが、一昨日から取引開始されたグレスケールのビットコインミニトラストに、プラス 1.9 億ドルの流入が見られます。他は流出となってますが、現時点では全体でプラスとなってますね。前日から2日連続の純流入となりそうです。で、またスポット ETF は、こちらも現時点ではマイナスですが、グレースケールの流出が若干収まってます。今回もプラスとなれるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在64,700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、まず米中銀政策金利が金利を 5.25% から 5.0% へ引き下げ、コロナショック以来4年5ヶ月ぶりの引き下げとなってまして、ポンドが下落してます。で、また米国方面では、ISM 製造業景気指数が予想の 49.0 に対して結果が 46.8 と、そして新規失業保険申請件数も予想の 23.6 万件に対して結果が 24.9 万件と、景気悪化示唆となりまして、米金利がさらに下落、各指数も下落しております。米国債金利は 4.982 を推移しておりまして、ナスダックが 18,890、S&P500 が 5,425、ダウ平均が 43,347、金ゴールドが 2,445 ドル、日経平均が 38,126 円、ドル円が 149.01 円となっております。個別株の方では各社第2四半期の収益を報告してまして、まずコインベースが総売上高が14億5000万ドルと予想を上回ってるんですが、EBITDA は5億9600万ドルと予想を下回る結果となっております。取引量の減少が要因とされてますね。そしてアークインベストがコインベース株を270万ドル相当売却したことも報告しています。コインベースの株価はマイナス 5.2% となってますね。あとマイクロストラテジーはビットコイン 12,222BTC の買い増し報告が話題になってますが、売上高は1億1140万ドルと予想の1億1930万ドルを下回ってます。株価はマイナス 6.3% となってます。またマラソンデジタルは総売上1億4510万ドルと予想を下回ってまして、EBITDA もマイナス8510万ドル、マイニング量の減少が要因とされてますね。株価もマイナス 7.7% となってます。あと同じくマイニング企業のライオットプラットフォームズですが、ビットファームズ買収に向けた動きがたびたび話題になってますけども、総売上7000万ドルに対してマイナス8440万ドルの純損失を計上と、株価はマイナス 8.5% となってます。あと他ではギャラクシーデジタルが1億7700万ドルの純損失を計上しています。前年同期比の約4倍ということで注目されてますね。取引量の減少、資産価格の下落が要因とされています。株価はマイナス 14.9% となってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.5%、額としては347億ドル相当、比率としては全体ではショートが 56.3%、バイナスミはロングが 65.1% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日8月2日に米雇用統計、8月5日に米 ISM 非製造業景気指数、8月6日にオーストラリアの中銀政策金利などが控えております。市場全体の調整ムードからビットコインも同じような動きをしてますね。中東情勢の悪化と円高、いろいろありますけども、
これから取り上げる仮想通貨市場単体のファンダも結構マイナス、バッドファンダが多いです。指標としても本日注目の米国時計がありますんで、今夜が山だって。チャートだけ見たらまだ64,000の攻防で耐えてる状態ですが、金利が下落しつつも他が全部下げてる状態なんで、雇用統計の結果で一時的に金利が上がるとか、そういう展開になると、また一段下げるシナリオも全然ありますよね。64,000を割った後ですね、62,000で耐えられるか、上は再度66,000の攻防に回帰できるかが焦点になると思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3170ドル、BTC 建ては 0.0490 と、先物の方では大岩全体でマイナス 1.6%、額としては141億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.3%、バイナンスミはロングが 78.0% と下寄りになっています。こちらも今のところは単独で強くなる要因がないんで、BTC 建ての形状通りですね。しばらくは厳しいのかなと思いますね。ドル建てチャートだけ見たら3200でまた弾かれたような形になってますが、3000の底はまだ割ってない状況です。ETF の流入が見込まれている時期まであと2週間くらいでしょうかね。どのあたりで落ち着くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。先日もハリスの支持率が上昇している件を取り上げましたが、その後もハリス落ちの報道が続いています。ブルームバーグの世論調査では、このグラフを見る限りですね、アリゾナ州、ミシガン州、ネバダ、ウィスコンシン州でハリスがリードしていると。で、またポリマーケットの家計市場でも、前回見たときはトランプが 60% くらいで、まだリードしてたんですけど、現在では 54% と差が縮まってきてます。で、また仮想通貨側も、アップホールドの元 CEO がハリスを推し始めてまして、民主党候補のためにデジタル資産擁護団体を立ち上げるとか、声明を出してますね。で、このトランプのリードがなくなってきたことが、ビットコインの価格に影響しているという見解も出てきてますね。ここ最近ハリスが盛り返してきているのが話題になってますが、大統領選の進捗にも注目ですね。あと他ではバイビットがフランスから撤退したこと、またクリプト .com が米ドル建ての取引量で1位になったことなどが話題になっています。クリプト .com の首位奪還は2020年4月以来ということで注目されてますね。コインベースのシェアが 35.7% に対して、クリプト .com は 38.5% とリードしています。米国から小規模の取引所が撤退して、ユーザーが集中したのが要因とされてますね。この取引所の勢力図がまた変わるのかも注目ですね。あと、ここからはアルト関連になります。サイファーパンクホールディングスがソラナを買い増しているのが話題になっています。23,000ソルを買いました。これでサイファーパンクの保有量は 86,294 ソル、2160万ドル相当となってます。で、このサイファーパンクはビットコインを売ってソラナを買い増してるんですよね。110BTC を売って、そのうちの 45BTC 分をソラナの買い増しに当ててると。CEO のウォルド氏が以前からソラナに関して言及してたのも話題になってましたね。ソラナの価格は現在167ドル、BTC 建てはマイナス 3.2%、時価総価は5位ですね。ETF 申請から最近では SEC の方でも動きがありましたけども、どうなるんでしょうかね。各社の思惑通りとなるのか、ソラナの今後にも注目ですね。あとはクジラ運営のポジションが生産されたのも話題になってます。運営はクジラトークンを担保にして数百万ドル相当のレバレッジ流動性ポジションを持ってたんですけども、価格を維持できずに生産されてしまったと。で、チームはですね、ある特定の人からの攻撃によるものが発端で、その後パニック売りによって下落しただけで、噂されているようなラグではないと声明を出しています。また今後の運用方針も、DAO に移行する提案を出すといったような表現もされてますね。ただトークンの価格は暴落したままとなってます。時価総価523位ですね。コスモス推しからのファンが多いイメージでしたが、ここから再起できるのか、その後の進捗に注目ですね。あとは DeFi のコンバージェンスがハッキングされてます。コードの脆弱性を突かれて5800万 CVG がミントされ、市場で売りさばかれたと。被害額は21万ドル相当とされてます。チームはですね、今後の対応については近日中にお知らせすると声明を出してますね。CVG トークンはマイナス 99% となってます。こちらの復活があるのか注目ですね。あとはデリバティブ DEX、ZKX の閉鎖が物議を醸してます。ZKX はアラメダ HTX から出資を受けて、その後が注目されてたんですが、今回経済的に継続が困難になったという理由で閉鎖を発表しています。で、問題視されているのは、この ZKX がトークンを発行したのが7月19日なんですよね。そこから2週間くらいで閉鎖してるんで、なんで閉鎖するのにトークン発行して資金調達してるんだと、ラグと同じじゃないかということで一部で燃えてます。
名のあるところから支援を受けてもですね、こういった終わり方をするパターンもあるんで、VC などに過信せず見極めする必要がありそうですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。